パート54始めていきましょう。今回は大天守の南側、こちらに月見櫓と辰巳付け櫓を作ります。戦乱の時代の松本城ですね。今回からは平和な時代に増築された建物を作っていきたいと思います。まずは辰巳付け櫓の骨組みから作っていきましょう。この天守から直接入れるようになっているので、ここを削っていきます。骨組みを作っていきましょう。ちょっとここら辺を削りながら、まずは骨組みを作っていきたいと思います。辰巳付け櫓の柱は全部で14本。今回まずはそのうち10本を立てていきたいと思います。柱ができました。ここで1階と2階から天守とつながっていますね。というわけで残りの4本を作っていくんですが、4本はこの石垣の外に飛び出している形になります。というわけで土台から先に作っていきたいと思います。この土台が石垣の外側に飛び出す形を持ち出し土台と呼びます。熊本城の天守もこの形を使っていますね。この辰巳付け櫓は隣の月見櫓と櫓の位置を合わせるために飛び出しています。土台が完成しました。というわけで残りの柱を立てて1階の骨組みを完成させてしまいたいと思います。1階の骨組みが完成しました。というわけで床を作っていきます。辰巳付け櫓も二重の土台の上に床を引いていきます。階段を作っていきましょう。この位置かな。この位置から2階に階段をつなげていきたいと思います。乾小天守では再現しきれていなかった腕木を作っていきたいと思います。この辰巳付け櫓の階段の支えが腕木なんですよね。なので今回は腕木も作っていきます。1階の天井を作っていきましょう。松本城は一貫して目隠し板の天井ですね。1階の天井が出来上がりました。というわけで2階の骨組みを作っていきたいと思います。辰巳付け櫓は2層2階建てというわけで、ここが最上階になりますね。なので屋根の骨組みを作っていきたいと思います。この辰巳付け櫓、辰巳の付け櫓は大天守から見て南東の方向にあります。乾小天守と同じように十二支で方角を示した時に辰と巳の間、その方角にある付け櫓なので辰巳付け櫓ですね。この建物は徳川家康の孫松平直政が城主の時に建てられました。平和な時代の建物なのでね、防御施設とかほとんどない建物になりますね。
骨組みが完成しました。というわけで内装を作っていきたいと思います。内壁はすべて白漆喰ですね。滑らかなクォーツを使って壁を使っていきたいと思います。この辰巳の付け櫓、辰巳付け櫓は、平和な時代に作られました。というわけで、この張り出している土台にもね、石落としがなかったり、大天守や乾小天守合わせて100以上ある様もこの建物には4つしかないんですよね。それだけ平和な時代だったということですよね。その平和の象徴となるのがこの辰巳付櫓と一緒に作られた後ほど作る月見櫓ですね。月見櫓と接続する部分の壁は月見櫓の壁にもなります。というわけで違和感がないように少し調整しておきたいと思います。2階部分は天井がないので床と内装を一気に作っていきたいと思います。この辰巳付櫓にも乾小天守の4階にあった花頭窓が北と南に作られています。寺院風の同じ花頭窓ですね。石川数正安永親子が乾小天守を建てたのはこの櫓ができる40年前。平和な時代でも格式高い窓は同じものだったようですね。辰巳付櫓の内装が完成しました。というわけで月見櫓の骨組みを作っていきたいと思います。月見櫓は一層階地階付きという建物になりますね。地階部分の骨組みが完成しました。というわけで床を作っていきたいと思います。土台と床ですね。土台と床を作っていきましょう。1階につながる階段を作っていきたいと思います。松本城を観光するときは渡り櫓が入り口、月見櫓が出口、そんな順路になっていますね。地階部分の天井を作っていきたいと思います。1階部分の骨組みを作っていきましょう。この辰巳付櫓の柱を骨組みに組み込みながら作っていきたいと思います。1階部分の骨組みが完成しました。月見櫓はこの1階が最上階になりますね。というわけで屋根の骨組みも作っていきたいと思います。月見櫓の屋根は船の底のように見える船底天井で薄く色付けされた
化粧板を貼ってあります。月見櫓の骨組みが完成しました。ちょっと浮いてるように見えますが、後々ね、埋めていきたいと思います。というわけで内装を作っていきたいと思います。1階のこの石垣の部分は外からも見える部分で、中からもね少しこの白漆喰がはみ出てるような、そんな形になります。なのでそこも再現していきましょう。2階の内装も作っていきたいと思います。とはいえまだ周り円をね全く作れてないので、この柱と柱の間を埋めていくだけになりますね。月見櫓の内装ができました。すごい中途半端ですけどね、辰巳助櫓の外装を作っていきたいと思います。この辰巳助櫓の外装から月見櫓の周り円がつながっているので、ここは一緒に作っていきたいと思います。辰巳助櫓の外装は黒漆の下見板、上部は白漆喰と他の建物と同じですね。ここから周り円を作っていきたいと思います。まずは内側の部分から作っていきます。ここが周り円と1階部分の境目になりますね。周り円を作っていきましょう。使うのは皮を剥いたマングローブの原木です。この色味がない時に松本城を作ってたら大変でしたね、きっと。周り円の内側にはマングローブの階段で床を作っていきたいと思います。この月見櫓は名前の通り月を見るためだけに作られた櫓です。松平直政は時の将軍徳川家光公が善光寺参りをする帰りにこの松本城に泊まるということを聞いて、慌てて建てることになったそうですね。結局家光公は中山道で落石があったために松本城には立ち寄らなかったそうです。松平直政もこの松本城の城主であった期間はたったの5年なんですよね。その5年のうちにこの櫓を建ててまた別のお城に移封されていってしまったわけですね。この月見櫓は3方向薄い板でね囲まれてるだけのとても開放的な櫓になっていました。それを再現しようと思ったんですが、今回この柱と柱の間を3マスでずっと作ってきたんですよね。で、3マスあるとトラップドアで表現するしかないんですが、どうしてもね扉をつけたくて、今回は2マス幅で柱を立てていきたいと思います。再現という意味ではね、3マスを開けて3本の柱で表現するのが正しいのですが、ここは4本の柱を立てさせていただいて、扉を開けて開放的なね場所を再現したいなと思います。
トラップドアで再現してもいいんですが、開け閉めを今回はどうしてもしたいんですよね。なので扉をつけて開け閉めができる、開閉できる扉にしたいと思います。ご容赦いただければと思います。月見櫓1階部分の外装を作っていきたいと思います。ここの骨組みも複雑なんですよね。月見櫓の1階部分が完成しました。というわけで入り口を作っていきたいと思います。この入り口部分も実際よりはちょっと広くなってしまってるんですよね。なのでこの柱を2本置いていきたいと思います。月見櫓の羽甲欄ができたので、ここからは一気に外装を仕上げていきたいと思います。まずは辰巳付櫓の1階部分ですね。1階部分の壁が出来上がったので、たるきを作っていきたいと思います。この辰巳付櫓と月見櫓の1階部分のたるきは大天守からつながってきて、最後大天守にねまた戻っていくので、同じ形状で作っていきたいと思います。たるきが完成しました。というわけで屋根を作っていきましょう。屋根も大天守から伸びて大天守に戻る形ですね。というわけで作り方は全く同じように作っていきたいと思います。2階部分のたるきを作っていきます。辰巳付櫓の2階部分の屋根は一回り小さいので、たるきも2本にしています。2階部分の屋根を作っていきましょう。辰巳付櫓の最上階の屋根は大天守乾小天守と同じように入母屋破風です。というわけで入母屋破風を作っていきたいと思います。破風と破風の間を埋めていきます。辰巳付櫓の屋根はシャチ瓦がありません。というわけで少し飾りのついた、屋根にしていきたいと思います。こんな感じの屋根にしていきます。ここが当たりそうで当たらない高さなんですよね。いい感じにできたんじゃないでしょうか。いいですね。これで辰巳付櫓の屋根が完成しました。というわけで他の
入母やハフと同じように木ずれ格子を作っていきたいと思います。いやー綺麗ですね。月見櫓の羽甲欄を完成させていきます。扉を入れていきましょう。このね、開けたり閉めたりする形にしたかったんですよね、どうしても。再現という意味だとここの柱は3本なんですが、おそらくこの方が雰囲気が伝わるかなと思います。パート54、月見櫓を作る、いかがだったでしょうか。これで今残る松本城と同じ形になりましたね。いやーかっこいいですね、松本城。というわけで次回はこの松本城の周りの施設を作っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。